License Service。いつもご視聴していただき、ありがとうございます。この動画は、本面試験用の練習問題です。難解な問題や引っ掛け問題など、間違えやすい問題から作成しました。受験準備のご参考としてご利用いただければ幸いです。どうぞご視聴ください。それでは始めます。クエスチョン1、黄色の灯火の点滅信号に対面する車は、停止位置で必ず一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。回答は間違いです。黄色の灯火の点滅信号は一時停止や徐行ではなく、他の交通に注意して進むことができます。停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進まなければならない信号は赤色の灯火の点滅信号です。クエスチョン2、同乗者が降車するときに安全確認をしないでドアを開けたため、通行人に怪我をさせた場合の責任はその同乗者にあるため、運転者に責任は全くない。回答は間違いです。運転者は同乗者が安全確認をしないでドアを開けたり降車しないように注意などして通行人に迷惑をかけないようにしなければならないので、運転者にも責任があります。クエスチョン3、前の車が普通自動二輪車を追い越そうとしているときに法定速度を超えないようにその前の車を追い越した。回答は間違いです。たとえ法定速度内であっても、前の車が自動車を追い越そうとしているときは、その前の車を追い越してはいけません。前の車が追い越そうとしている普通自動二輪車は、自動車なので二重追い越しとして禁止されます。クエスチョン4、車が衝突した時の衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなる。速度が2倍になれば、衝撃力も2倍に、速度が2分の1になれば衝撃力も2分の1になる。回答は間違いです。衝撃力は車の速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が2倍になれば衝撃力は4倍に、速度が2分の1になれば衝撃力は4分の1になります。クエスチョン5、左右の見通しの利かない交差点であったが、信号機の信号が青色の灯火が点灯していたので、徐行しないで通行した。回答は正解です。左右の見通しの利かない交差点は徐行しなければならない場所ですが、信号機により交通整理が行われているときは徐行しないで通行することができます。クエスチョン6、自家用普通乗用自動車の日常点検は1日に1回運行する前に行わなければならない。回答は間違いです。自家用普通乗用自動車の日常点検は、走行距離や運行時の状況から判断した適切な時期に行います。なお、事業用自動車やレンタカー、自家用貨物車などは1日に1回運行する前に行わなければなりません。クエスチョン7、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、自動車や原動機付き自転車を追い越してはならないが、追い抜くことは禁止されていない。回答は間違いです。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、軽車両を除く他の車を追い越すことはもちろん、追い抜くことも原則として禁止されています。クエスチョン8、車は歩行者用道路を通行することはできないが、警察署長の許可を受けた場合や、緊急自動車、郵便車、清掃車は通行することができる。回答は正解です。
歩行者用道路でも、沿道に車庫を持つ車などで警察署長の許可を受けた場合や、緊急自動車など禁止の対象から除外される車は、特に通行を認められた車として通行することができます。クエスチョン9、雨天時のアスファルト道路や積雪のある道路では、タイヤと路面との摩擦抵抗が小さくなって路面が滑りやすくなるので、制動距離が長くなる。回答は正解です。摩擦抵抗は常に一定ではなく、ブレーキの状態やブレーキのかけ方、路面の状態によって変わります。一般に、濡れたアスファルト路面や積雪路面は、摩擦抵抗が小さくなり滑りやすいので、制動距離が長くなります。クエスチョン10、車は歩行者などのそばを通行するときは、歩行者との間に安全な間隔を空けて、同時に徐行もしなければならない。回答は間違いです。歩行者などとの間に安全な間隔があれば、徐行しないで通行することができます。そして、道路が狭い場合や障害物がある場合、危険などがあり、安全な間隔を空けることができないときに、徐行して通行します。クエスチョン11、優先道路の標識のある道路を通行している場合でも、交通整理が行われていない左右の見通しが利かない交差点を通行するときは、徐行しなければならない。回答は間違いです。交通整理が行われていない左右の見通しが利かない交差点であっても、優先道路を通行している場合は、徐行しないで交差点を通行することができます。クエスチョン12、三輪のものを除く普通自動車の高速自動車国道の本線車道における法定最高速度は、乗用車は時速 100km、貨物車は時速 80km である。回答は間違いです。普通貨物自動車も時速 100km です。高速自動車国道の本線車道における普通自動車の法定最高速度は、三輪と牽引を除く他の車は時速 100km です。クエスチョン13、踏切とその前後30メートル以内の場所では、自動車や原動機付き自転車を追い越すことが禁止されている。回答は間違いです。踏切付近で追い越しが禁止される場所は、踏切とその手前から30メートル以内の場所です。踏切とその手前に追い越しの危険があるので、前後ではなく、その手前が禁止場所になります。クエスチョン14、停留所に路面電車が停止していたが、その停留所の安全地帯には乗降客がいなかったので、そのままの速度で通過した。回答は間違いです。この場合は、徐行して通過します。安全地帯のある停留所に停止している路面電車があるときは、乗降客がいてもいなくても徐行して通行します。路面電車や歩道から乗降客が急に道路を横断を始めるかもしれません。クエスチョン15、夜間、市街地を通行するときは、交通量の多い少ないにかかわらず、歩行者などを少しでも早く発見できるように、前照灯を常に上向きに切り替えて運転する。回答は間違いです。夜間、少しでも早く危険を発見できるように、前照灯は上向きにして運転しますが、交通量の多い市街地では、前の車や対向車の運転者が目がくらみ危険なので、前照灯を減光するか下向きにして運転します。クエスチョン17、駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所は、停車をすることはできるが、駐車することはできない。
回答は正解です。駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所は駐車禁止の場所なので停車することはできますが、駐車することはできません。これはたとえ自宅駐車場の出入り口から3メートル以内も同じです。クエスチョン18、1本の実線の路側帯に駐停車する場合は、その幅が 0.75 メートルを超えるときは路側帯の中に入り、車の左側に歩行者の通行のため、0.75 メートル以上の余地を空けておかなければならない。回答は正解です。1本の実線の路側帯で、その幅が 0.75 メートルを超える場合は、歩行者などの通行のため 0.75 メートル以上の余地を空けて駐停車します。0.75 メートル以上空けると、車椅子でも通行できるようになります。クエスチョン19、普通乗用自動車で乾燥した路面の高速自動車国道を時速 80km で走行している場合の停止距離は約44メートルである。回答は間違いです。時速 80km で走行している場合の停止距離は約76メートルです。停止距離のおおむねの目安は、高速道路は速度計の示す数字の距離を、一般道路は速度計の示す数字から15を引いた距離を参考にしましょう。クエスチョン21、交差点で両腕を水平に上げている警察官の身体の正面に対面する交通は、対面する信号機の信号が青色の灯火が点灯している場合でも進むことはできない。回答は正解です。両腕を水平に上げている警察官の身体の正面に対面する交通は、信号機の信号が赤色が点灯している場合と同じ意味です。信号機の信号と違った手信号を警察官が行った場合は、警察官の手信号に従います。クエスチョン22、車から降車するためドアを開けるときは、ドアを少し開けて一度止め、後方を確認してから降りるようにする。回答は正解です。降車するときにドアを少し開ける動作は、後方から接近する交通に車から降りる合図になります。また、乗車してからドアを閉める場合も、少し手前で一度止め、力を入れて閉めます。クエスチョン23、トンネルの中で駐停車すると、交通の混雑や追突事故などの危険があるので駐停車することができないが、車両通行帯のある時に限り、駐停車することができる。回答は間違いです。トンネルは車両通行帯があってもなくても駐停車することはできません。トンネルは追い越し禁止については車両通行帯がある場合の例外がありますが、駐停車禁止については例外がありませんので、ご注意ください。クエスチョン24、高速自動車国道や自動車専用道路の本線車道とは、通常高速走行する部分と加速車線、減速車線も含まれる。回答は間違いです。高速自動車国道と自動車専用道路の本線車道とは、通常高速走行する部分であり、加速車線、減速車線は含まれません。その他、途半車線、路側帯や路肩も本線車道に含まれません。クエスチョン25、カーブを走行するときは、自動車の慣性により遠心力が働き、速度が2倍になれば遠心力も2倍になり、カーブの半径が小さいほど遠心力は大きくなる。回答は間違いです。
遠心力は速度の2乗に比例して大きくなるので、速度が2倍になれば遠心力は4倍に、3倍になれば9倍になります。カーブでは遠心力が働くことを考え、カーブまでに速度を十分落とすことが大切です。クエスチョン26。普通自動車を運転中、運転者が危険を感じてブレーキをかけた時の、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでに走る距離を停止距離という。回答は間違いです。ブレーキが効き始めてから停止するまでに走る距離は制動距離と言います。車が停止するのに必要な距離を停止距離と言いますが、停止距離はブレーキが効き始めるまでの空走距離と制動距離に分けられています。クエスチョン27。普通仮免許を受けた者は、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を練習のためや運転免許試験を受けるためであれば、運転することができる。回答は間違いです。普通仮免許では練習などにかかわらず小型特殊自動車や原動機付き自転車を運転することはできません。普通仮免許では普通自動車を運転練習などのためにその条件に従って運転することができます。クエスチョン28。ハイドロプレーニング現象とは、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けると、タイヤの後ろに波の形が現れることです。この現象は、タイヤが過熱し、バースト破裂する危険があります。回答は間違いです。空気圧の低いタイヤで高速走行を続け、タイヤの後ろに波の形が現れる現象は、スタンディングウェーブ現象です。ハイドロプレーニング現象とは、水で覆われた路面を高速で走行すると、水の上を滑走する現象です。クエスチョン29。車は、路面電車を追い越すときは、その左側を通行しなければならない。回答は正解です。レールが道路の中央寄りに設けられている路面電車を追い越すときは、その左側を通行しなければなりません。しかし、レールが道路の左側によって設けられているときは、その右側を通行することができます。クエスチョン30。車が荷物の積み下ろしのために停止する場合は、すべて駐車になる。回答は間違いです。荷物の積み下ろしのための停止は、すべてが駐車ではありません。5分を超える荷物の積み下ろしのための停止は駐車ですが、5分以内の場合は停車になります。クエスチョン31。幼児を自動車に乗せるときは、チャイルドシートを使用させなければならないが、病気などやむを得ない理由があるときは使用しなくてもよい。回答は正解です。幼児を自動車に乗せるときに、病気や怪我のためやむを得ない場合や、チャイルドシートを適切に使用させることができない場合は、使用させないで乗せることができます。クエスチョン32。大型二輪免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付き自転車を運転することができる。回答は正解です。二輪の最上位免許である大型二輪免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、そして原動機付き自転車と小型特殊自動車を運転することができます。クエスチョン33。対向車のライトを直接目に受け、眩しさのために一瞬前が見えなくなる原枠にかかったときは、視点をやや左前方に移して運転すると良い。回答は間違いです。
対向車のライトが眩しい時は目がくらまないようにするため視点をやや左前方に移しますが、幻惑された時は目を閉じて運転するのと同じで非常に危険ですので、運転を続けてはいけません。クエスチョン34。標識などで指定されていない高速自動車国道における総排気量 660cc 以下の普通自動車の最高速度は三輪と牽引車を除き時速 80km である。回答は間違いです。高速自動車国道における総排気量 660cc 以下の普通自動車も最高速度は三輪と牽引を除き時速 100km です。高速自動車国道の法定最高速度の区分は総排気量で分かれることはありません。クエスチョン35。自転車横断帯に接近したとき、その自転車横断帯を自転車が横断しようとしていたので、いつでも停止できる速度で、その自転車の直前を通過した。回答は間違いです。自転車横断帯を自転車が横断しようとしているときは、その手前で一時停止しなければなりません。横断歩道や自転車横断帯を横断しているときや横断しようとしているときは一時停止して道を譲ります。クエスチョン37。20歳以上で大型二輪免許を受けていた期間が3年未満のものでも、普通二輪免許を受けていた期間が3年以上あれば、大型自動二輪車で高速道路を2人乗り運転ができる。回答は正解です。高速道路で大型自動二輪車の2人乗りは年齢が20歳以上で普通二輪免許または大型二輪免許のどちらか受けていた期間が3年以上あればできます。クエスチョン38。免許の停止、仮停止処分を受けた期間は取り消し処分を受けたわけではなく、無免許運転とはならないので運転することができる。回答は間違いです。免許の停止、仮停止処分を受けた期間は免許の効力が停止または仮停止されているので、その期間中に運転すると無免許運転になります。クエスチョン39。交差点やその付近を走行中、緊急自動車の接近に気づき、直ちに交差点内の左端に寄って一時停止した。回答は間違いです。交差点やその付近を走行中、緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避けて道路の左端に寄って一時停止しなければなりません。交差点の手前で停止できないときは通過後に停止します。クエスチョン40。児童や園児の乗り降りのため停止している通学通園バスのそばを通行するときは安全な間隔を空けるか徐行しなければならない。回答は間違いです。児童や園児が乗り降りするため停止している通学通園バスの側方を通過するときは徐行して安全を確認しなければなりません。安全な間隔を空けることができても徐行しなければならないことにご注意ください。クエスチョン41。雨の時は窓ガラスが曇りやすく視界が悪くなるので、窓を少し開けたりエアコンをつけたりして曇りを取るようにすると良い。回答は正解です。窓ガラスの曇りは車内の暖かい湿った空気が冷やされて発生します。曇りを取るには車内の除湿が効果的です。エアコンやデフロスターを作動させたり、窓を開けて車内の湿った空気を入れ替えます。クエスチョン42。夕暮れ時は暗くなっていく速度が速いので暗さに順応できなくなる。
目が慣れるまでは視力が低下したまま運転することになるので、早めに前照灯をつけると良い。回答は正解です。人間の目は周囲が暗くなるにつれて暗さに順応します。しかし、夕暮れ時は暗くなっていく速さが速いので、暗さに順応できなくなります。早めに前照灯をつけて自分の存在を相手に知らせましょう。クエスチョン43。二輪車のブレーキのかけ方は、ブレーキレバーを使う前輪ブレーキ、ブレーキペダルまたはブレーキレバーを使う後輪ブレーキ、スロットルの戻しまたはシフトダウンによるエンジンブレーキの3種類がある。回答は正解です。二輪車のブレーキは前輪ブレーキ、後輪ブレーキ、エンジンブレーキがあり、ブレーキをかけるときはエンジンブレーキを効かせながら前後輪ブレーキを同時にかけます。クエスチョン44。左カーブの雪道で後輪が右に横滑りを始めたときは、後輪が滑る反対方向の左にハンドルを軽く切り、車の向きを立て直すと良い。回答は間違いです。この場合は右にハンドルを切って立て直します。後輪が横滑りを始めたときは、後輪が滑る同じ方向に軽くハンドルを切り、車の向きを立て直します。反対方向にハンドルを切ると、横滑りが大きくなります。クエスチョン45。荷物は荷台や座席に積むことができるが、人は必ず座席に乗車しなければならず、どのような場合でも荷台に乗車することはできない。回答は間違いです。原則として座席でないところに人を乗せることはできませんが、貨物自動車に荷物を積んだとき、その荷物の見張りのため必要な最小限度の人を荷台に乗せることができます。クエスチョン46。優先道路を通行しているときは、優先道路と交差する道路から入ってくる車は必ず停止するので、交差点であっても速度を落としたり、注意したりする必要はない。回答は間違いです。すべての優先道路に入る車が徐行などして交差道路の通行を妨げないとは限りません。法令を知らない歩行者も通行しているので、優先道路を通行する車もできる限り安全な速度と方法で通行しなければなりません。クエスチョン47。下り坂では車に加速がつき、平地より停止距離が長くなるので、車間距離を長く取るようにした方が良い。回答は正解です。下り坂では加速度がつき、停止距離が長くなるので、速度が出過ぎないようにし、前車との車間距離は平地より多めに取るようにします。クエスチョン48。車に乗車してからドアを閉めるときは、少し手前で一度止め、力を入れて閉めるようにする。回答は正解です。乗車してからドアを閉めるときは、少し手前で一度止め、安全を確かめてから力を入れて閉めます。自分や他の人の指詰めやドアの挟み込み防止や、ドアを一気に閉めることによる車内の気圧上昇も防げます。